どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、以前アップした60センチ正化石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れてしまった方は概要欄にリンクを貼っておきますので見てやってください。何気にあまり動画を出していない水槽ではあるんですが、地味に維持はしておりました。まだ完成したのかどうかもあやふやなこの水槽、どうなっているのかを約8ヶ月ぶりにお届けします。それではいつものさらっとおさらいから。今までの石を使ったレイアウト水槽はほとんどが三角形で、あまり親石を目立たせたようなレイアウトがなかったため、あり合わせの石で立ち上げました。もともとガチャ石でしか正化石を持っていなかった結果、複数の石を組み合わせることでようやくギリギリ親石っぽく見える形にした後、周りには親石を際立たせるための石を配置。正直今見返してみるとちょっと親石が反ってるのが気になりますね。構図的には特に語ることもないんですが、親石はやはりバチッとかっこいいやつを配置した方が全体のレイアウトが締まりますね。植栽するのはまだ絨毯にしたことがなかったショートヘアグラス。山岳ほどではありませんが、奥につれて傾斜をつけていたため、正直このショートヘアグラス単体で良かったんですが、立ち上げ当初の自分はどうしてもエリオカウロンソーシャルフェザーダスターを使いたかったため、無理やり左奥に植栽。結果的にいらなかったなと思いつつも、今まで順調に育っていました。ただ、立ち上げの注水中に誤ってソイルをえぐってしまい、それがきっかけなのかは分かりませんが、しばらく苔に悩まされる日々が続いています。最後にお見せした映像では、長さの短い青ミドロが水槽全体に蔓延しているところで終わっていました。というわけで、そこから2週間後の映像がこちら。先ほどの青ミドロたちはどこへ行ったのか、めちゃくちゃ綺麗になりました。これほど綺麗になくなってくれると、見ているこちらもすがすがしい気持ちになりますね。確かこの時はいつもの大和沼エビに力を貸してもらったんだと思います。ご覧のようにショートヘアグラスがしっかりと茂っており、まさしく水草の絨毯という状態になっているのが嬉しいですね。ただ、大和沼エビに掃除をお願いした結果、盛り土しているところから少し下にソイルがなだれてしまって、若干みすぼらしいところが出てきてしまいました。実はこの親石の裏の部分がまだショートヘアグラスが全然茂っておらず、そこの隙間から漏れ出ているものと思われます。やはり大和沼エビは力が強い分、絨毯になっていないソイルむき出しの場所があると、あちこちにソイルを運搬してしまいますね。これだけ綺麗にしてくれれば文句もありませんけど。というか、こんなに水草たちは綺麗になっているにもかかわらず、ガラスパイプだけこの世の終わりくらい汚いのはどうにかした方がいいと自分でも思ってます。続いてそこから1ヶ月半後の状態がこちら。先ほどの映像に比べて明らかにソーシャルフェザーダスターの密度がやばいことになっています。先ほどまでは全体的にスカスカな印象を受ける感じだったんですけど、ここに来ていきなりの爆増。株数が増えているかは定かではありませんが、長さもとんでもないことになっています。正直この水草はこれくらい盛り土している水槽に植えるような水草ではないですね。流木レイアウトやソイルに傾斜をつけない水槽の方が圧迫感もなくいい気がします。おまけにこのレイアウトの場合、ソーシャルフェザーダスター以外はショートヘアグラスなので、盛り土していることも相まって足元が見えるのがよろしくないです。レイアウト素材や他の水草で隠せる構図であれば問題ないんですが、有形層しかり、後傾に植栽する水草はあまり根元部分が見えないようにする工夫が必要ですね。そして見てもらったらわかる通り、ソーシャルフェザーダスターが爆増している間に苔もまた復活してきました。この水槽の提唱には、苔まくることでおなじみの ADA パワーサンドというバリバリ肥料分が高い低床剤に加えて、
栄養系ソイルの王様である初代アマゾニアがふんだんに使われているため、どうしても石の硬度成分も相まって苔が増えやすい状態になっているんでしょうね。あまりにも苔がすぐに復活してしまうため、この水槽に関しては生態の数が少なめになっています。数匹ずついろんな種類の生態を泳がせてはいるんですが、あまりにも多いと大変なことになりそうなので自重しています。ちなみに石も苔むす感じになっていて、なんか卵巣を思わせる嫌なのっぺりしたものがついているので心配です。このようにソーシャルフェザーダスターにも芝生状の苔がちらほら生えているため、また苔掃除をしなければなりません。続いてはそこから2週間後の映像です。相変わらずソーシャルフェザーダスターが荒ぶり、どんどんと周りのショートヘアグラスの日照権を剥奪しています。正直この水草はあまり市場で流通していないこともあって、もう少し成長スピードが落ち着いているものかと思っていたんですが、低床の肥料が多いこともあってか、とんでもなく増えます。これで苔も生えてなかったら完璧なんですが、意外とランナーで増えなくても持て余すこととかあるんですね。一度間引くことを考えたんですが、あまりにも深くに根っこが絡みついているため、低床ごとえぐれるレベルに到達していたため断念しています。これ以上増えるとちょっといろいろ考えないといけなくなりそうです。そして珍しくガラスパイプはピッカピカ。ライトスクリーンに照らされていることもあって、だいぶ存在感がなくなってますね。いつもこれくらい綺麗ならいいんですけど、掃除に結構時間がかかるのにすぐに茶苔まみれになってるんで、半ば諦めてます。あれだけ汚いとガラスパイプの意味がないんで、そろそろステンレスパイプを検討してもいいかもしれません。近くから見るとこんな感じ。先ほどに比べて長さの短い苔がショートヘアグラスにびっしりとついています。先ほどの青ミトロ系とは違い、経験上この苔は手で取ることがほぼ不可能なため、対策するのであればヤマトヌマエビは必須。ソーシャルフェザーダスターにも結構な量ついているので、なんとかしたいところです。遠目から見るとそんなに目立ちはしないんですが、やはりこれだけ苔にまみれていると、せっかくのショートヘアグラスの絨毯が台無しですね。ちなみに親石の左側に植栽していたショートヘアグラスは、なぜか知らないんですけど、どんどん背丈を伸ばしていき、なんかただのヘアグラスレベルの高さまで到達しています。これはおそらくソーシャルフェザーダスターが光を遮っているからだとは思うんですが、もしかするとショートヘアグラスではないヘアグラスの株が紛れていたのかもしれませんね。続いてそこから2週間後の映像はこちら。助けてください。ソーシャルフェザーダスターが長くなりすぎてバランスが崩壊しています。根っこら辺の部分はまだ後ろのライトスクリーンの光が漏れ出ているくらいの密度なんですが、盛り土していることと長さがマックスに近くなっていることによって、水面付近だけ毛量の多い人の髪の毛レベルになっています。ここまで来ると水槽内の圧迫感が半端ないです。他の60センチ水槽と同じ照明を使っているのに、この水槽だけなんか薄暗く見えるんですよ。それほどまでに成長してくれていることは嬉しい限りではあるんですが、あまりにも長すぎると困りものです。切ろうかとも考えたんですが、頭髪検査に引っかかってセルフカットした時みたいな前髪のパッツン具合になると思ってやめました。先ほどお話しした間引きに関しては、天地がひっくり返るほどの粘りに負けて引っこ抜けない状態。ソーシャルフェザーダスターのたなびく綺麗な姿に誘惑されて、この水槽に入れたのが運の尽きでした。やはりもっと適材適所な水草を植えるべきでしたね。そして苔の状態はというとこんな感じ。先ほどよりもこちらの密度も増しています。ショートヘアグラスは敷き詰まった苔に覆われているため、本来の清涼感ある絨毯とはかけ離れた状態になっています。葉の形に関してはソーシャルフェザーダスターも似ているので、同じように葉一本一本に芝生状の苔がついています。冠水した後の気泡がその苔にくっついて、なんか幻想的に見えるのがちょっとうざいです。
そしてさらにそこから2週間後の映像がこちら。もう完全にソーシャルフェザーダスターに侵略されています。ご覧の通り、後ろ半分の低床は暗く光を遮られている状態です。まさかここまでとは思っておらず、生命力にただただ感心するばかりです。ショートヘアグラスの方は苔に覆われていることもあって成長を止めており、これ以上繁茂することはないだろうという感じなんですが、ソーシャルフェザーダスターに関しては、こんなに苔に覆われて成長を阻害されそうなもんなのに、その勢いを止めることはありません。正直、低床がひっくり返ることを覚悟して間引きするか、頑張って長さを短くするかしか方法はありませんが、ここまで来るといっそのことどこまで成長するのか楽しみになってきたので、とりあえずこのままにしておきます。それよりも当面の問題は、この消しても消しても増えてくる芝生状の苔です。やはり石を多く使ったレイアウトは流木に比べてこけやすいですね。それじゃなくとも低床が栄養たっぷりなので、石がなくてもこける環境ですし、近いうちにまた大和沼エビ隊にお願いして一斉に駆逐してもらえればと思います。というわけで今回はソーシャルフェザーダスター水槽のその後についてお届けしました。今後のソーシャルフェザーダスターの活躍にご期待ください。というわけで今回はここまで。